皆さんこんにちは、ゆうそうです。今回は動画投稿現在19人いる全回答のおすすめビルドセットを紹介していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。おすすめビルドとは各キャラクターに装備することができる掲示カードセットのことですね。こちら組み合わせやカードごとによって伸びるステータスが異なるため、どのようなカードを装備したらいいかわからなくなると思います。こちらの装備システム、掲示カード自体の解説は別の動画で投稿したので、よければそちらもよろしくお願いします。今回もキャラの図鑑順に行きましょうか。まずは V から。 V は V の解説動画でも説明しましたが、成長と転換のセットが鉄板です。転換で電撃ダメージをアップし、成長で追加攻撃のクリティカルダメージをアップします。おすすめメインステータスは月がダメージボーナス、星でクリティカル関連を上げ、竜で攻撃力を上げるといいと思います。サブステータスの優先度もクリティカル関連が優先ですね。クリティカル率は 100% を超えると意味がなくなってしまうので注意しましょう。ちなみにダメージボーナスはシンプルにパーセントが多いとダメージが増え、貫通はパーセントが多ければ多いほど相手の防御力を無視して相手にダメージを与えることができます。アタッカーの装備では攻撃力よりダメージボーナスを持った方が伸びがいいため、基本的に月はダメージボーナスが優先になることが多いです。お次はスカル。スカルは集中と勇敢のセットが鉄板ですね。勇敢で物理ダメージとクリティカルダメージを上げ、集中ではさらに物理ダメージを上げてくれます。このセットは実質スカル専用セットですね。おすすめメインステータスは月がダメージボーナス、星はスカルは確定クリティカルを持っているためクリティカルダメージを優先しましょう。そして竜は攻撃力です。サブステータスもクリティカルダメージ最優先で、ダメージボーナスや貫通を優先していくといいと思います。お次はセピアです。セピアは呪音アタッカーなので干渉を装備し、デバフも与えられるため組み合わせるのは覚醒がいいと思います。おすすめメインステータスは月がダメージボーナス、星がクリティカル率、竜が攻撃力ですね。基本的に確定クリティカルを持ってないキャラクターに関してはクリティカルダメージは盛らなくていいと考えています。クリティカルが出る可能性が低すぎますからね。サブステータスもダメージボーナスを最優先で、他にクリティカル率、貫通ダメージと上げていくと良いと思います。お次はモントです。モントは贅沢、集中のセットが鉄板ですね。贅沢で氷結ダメージと追加攻撃を上げ、集中で追加攻撃のクリティカルダメージを上げてくれます。おすすめメインステータスは月がダメージボーナス、モントは追加攻撃が確定クリティカルになっているため、星はクリティカルダメージが良いです。そして竜は攻撃力を選択しましょう。サブステータスもクリティカルダメージを優先していくといいと思います。お次はフルーレ。フルーレは疾風アタッカーのため朗報、そして調和のセットが最優先です。朗報で疾風ダメージをアップしつつ、調和との組み合わせで多段ヒット攻撃をする際にダメージとデバフを与えることができます。おすすめメインステータスは月がダメージボーナス、星はクリティカル率、竜は攻撃力ですね。サブステータスについても他の一般的なアタッカーと同様、ダメージボーナスやクリティカル率を優先していくといいと思います。お次は支配、ジョーカーですね。ジョーカーは干渉、出発の組み合わせがかなり強いですね。干渉で呪音ダメージを上げ、出発では敵を倒した時に攻撃力が 30% アップするので、大勢の敵と戦うのが得意なジョーカーにぴったりです。おすすめメインステータスは他のアタッカーと同様、月がダメージボーナス、星がクリティカル率、竜が攻撃力ですね。サブステータスも同様にダメージボーナス、貫通、クリティカルを優先していきましょう。お次はパンサー。パンサーは火炎アタッカーなので闘争、そして呪霊の組み合わせになります。闘争で火炎ダメージを上げつつ、呪霊は敵が多ければ多いほど攻撃力がアップするという特性です。全体アタッカーのパンサーにぴったりですね。おすすめメインステータスは他のアタッカーと同様、月がダメージボーナス、星がクリティカル率、竜が攻撃力になってます。サブステータスも他のアタッカーと同じですね。お次はクローザー。クローザーは電撃アタッカーなので転換、そして信頼の組み合わせがいいと思います。転換で電撃ダメージを上げつつ、信頼では自分も含め味方全体の電撃ダメージをアップさせることができます。おすすめメインステータスは月ダメージボーナス、星クリティカル率、竜攻撃力と他のキャラクターと同じですね。クローザーは関連を敵に与えることが重要なため、効果命中を少し持ってあげてもいいかもしれませんが、第1スキルでほぼ 100% 相手に関連ダメージを与えられるため少し優先度は低めですね。お次は9号のヒーラー、まずはモルガナです。
モルガナは回復力を盛るパターンと攻撃力を盛るパターン2つのビルドが考えられるんですが、使いやすいのは回復力を盛る方だと思います。愛と集中の組み合わせで回復力をさらにアップさせていきましょう。おすすめメインステータスは月が攻撃力、星がクリティカル率、タツが攻撃力ですね。モルガナはとにかくクリティカル率を上げることが重要なので、クリティカル最優先でサブステータス含め上げていきましょう。ちなみにモルガナを回復力ではなく攻撃優先に育てる場合は力量と成長の組み合わせがいいと思います。その場合の構成はこんな感じですね。お次はキャトルは生粋のヒーラーなので愛と呪霊の組み合わせがいいと思います。この2つは回復能力をかなり高めてくれますね。おすすめメインステータスは月が回復力か攻撃力、回復が過剰だなって思ったら攻撃力にしてしまっていいと思います。そして星が攻撃力、タツも攻撃力です。サブステータスも攻撃力優先でいいと思いますが、キャトルは火炎パーティーでは相手に燃焼を与える役割も担うことがあるので、効果命中も上げてあげると使いやすくなるかもしれません。お次は防護、まずはソイですね。ソイは HP が高ければ高いほどダメージや回復力アップするので、主剣と出発の組み合わせを装備しましょう。主剣で HP をアップしつつダメージアップ、出発はスキルで攻撃した際相手の防御力を下げることができるので、ソイのサポート性能がより上がります。おすすめメインステータスは全て HP 最大値でいいですね。サブステータスも HP 最大値優先で、ダメージが少し欲しい場合はダメージボーナスに振るといいと思います。お次はユキは防御力で味方にシールドを貼ったりダメージを与えたりするので、平和と呪霊の組み合わせがいいと思います。平和で防御力アップとシールド付与。ユキは敵からヘイトを集めることはできないため、呪霊とはそんなに相性がいいわけではないですが、攻撃を受けた時自分の防御力アップするという特性が優秀なため、こちらを装備しましょう。ユキは基本的に月、星、タツ全て防御力優先でいいですが、第3スキルで大ダメージを与えていくことも重要なため、ダメージボーナスにも振ると良いと思います。サブステータスも防御力とダメージボーナス、貫通ダメージを優先していきましょう。お次は優越、まずはリドルですね。リドルは攻撃力で味方をサポートするキャラクターのため、力量と成長のセットがいいと思います。おすすめメインステータスも基本は攻撃力で良いですね。火力と味方へのサポート性能2つを両立することができます。お次はモコもリドルと同様に基本的には力量成長セットで攻撃力を優先してください。おすすめメインステータスも月とタツは攻撃力で良いのですが、星は効果命中にしましょう。モコは第3スキルで相手に睡眠を与えるんですが、睡眠を与えられなかった場合大きく性能が下がってしまうため、効果命中を優先させていきましょう。サブステータスも同様に効果命中と攻撃力優先です。レオンも他の2キャラと同様、成長力量で攻撃力優先ですね。メインステータスも全て攻撃力で OK だと思います。サブステータスも同様に攻撃力を優先していきましょう。ただ一つ注意してほしいことがあって、例えばモコの第2スキル、こちらトモコの攻撃力の 30% 分味方の攻撃力を上げると書いてあるんですが、上限が書かれていますね。レベル8の段階では上限1104点と書かれているので、トモコの攻撃力が3680だった場合味方に最大のバフを与えることができるということです。逆に言うと3680以上あってもバフの量は増えないため、攻撃力を上げすぎてもバフは増えないということは注意していきましょう。攻撃力が過剰になってしまった場合は月の位置をダメージボーナスに変えると良いと思います。お次は屈服デバフキャラクターですね。まずはリンは干渉覚醒セットが鉄板です。ジョンダメージをアップしていきましょう。リンはデバフを与えながら敵にダメージも与えられるため、おすすめメインステータスは月はダメージボーナスですが、星はクリティカル率か効果命中がいいと思います。リンは相手に忘却を与えることができるので、効果命中を上げるとその忘却を与える確率が高まっていきますね。基本はクリティカル率でいいと思いますが、そちらも覚えておくと良いでしょう。そしてリンは速度が速ければ速いほどデバフ性能とダメージ性能が増すため、タツは速度優先です。サブステータスも速度最優先で上げていくと良いと思います。お次はキーは HP 最大値で敵にダメージを与えつつ火炎キャラクターをサポートする性能なので、主剣と覚醒のセットですね。 HP 最大値を上げつつ味方全体の火炎ダメージをサポートしていきましょう。おすすめメインステータスは月、星、タツ全て HP 最大値でも良いのですが、星は効果命中にするとより安定すると思います。キーは敵に燃焼を付与できないとサポート性能を全く発揮できないため、効果命中を上げて燃焼付与確率を上げていきましょう。最後にナビキャラ2人です。ナビキャラのステータスって上げる必要があるのかと思うかもしれませんが、スキルによるバフの量やシールドの量に関わってきます。
まずはオキャンですね。オキャンは自分の攻撃力の分だけ味方にバフを与えるため、とにかく攻撃力だけを持っていきましょう。サブステータスも攻撃力以外はほぼ関係ないです。パペットも同様に防御力でシールドを張って味方をサポートするキャラクターなので、平和と信念の組み合わせで防御性能を上げつつ、メインステータスも全て防御力で OK ですね。防御力以外はほぼ関係ないです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。今回各キャラクターの理想の装備品を紹介していきましたが、このゲーム装備品にどんなステータスがつくかはランダムなため、理想の装備品が出ないこともあると思います。そういった場合はとりあえず妥協している装備品をレベルアップしてしまってもいいと思いますね。例えば自分のユイですが、月にダメージボーナスが出なかったため、攻撃力で一旦妥協している形になります。この装備品厳選はあくまでこのゲームのエンドコンテンツになっているため、一旦妥協してゲームを進め、やることがなくなったら装備品厳選を進めていくという進め方で全然いいと思いますね。このチャンネルでは他にも P5X の動画をガンガン投稿していくため、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。